回はマイホームやってよかったことベスト9。実際に八谷で建てたお家のオーナー様に聞いたリアルな声をお届けしたいと思います。こちらのお家のルームツアー動画は概要欄から飛べます。では早速。一つ目は玄関スペースの真ん中に仕切り壁を入れたこと。間仕切り壁を置くことで奥側にある玄関収納を隠せるので、来客があった時にもすっきりした玄関でお出迎えできます。収納はあるけど人目につくし、なんて心配もしなくて済みます。2つ目は玄関扉のタッチキー。鍵をカバンに入れたままドアノブのボタンで鍵が開けられます。車と同じようにリモコンでも操作可能。手が塞がっていても鍵を取り出す必要がないのでかなり便利です。3つ目は玄関ポーチの壁を一部なくしたこと。扉近くの壁をなくしたことで荷物が壁にすったりしないようになっています。大きなものを購入した時も運び入れやすかったです。4つ目は1階のトイレをタンクレスにしてアクセントクロスを入れたこと。1階のトイレは家族以外も使うことがあるため、おしゃれにかっこよく見せたかったんです。なのでトイレはオプションを追加してタンクレスに。壁の一面は木目のアクセントクロスを入れました。結果おしゃれなトイレに仕上がって満足しています。5つ目はリビング階段の吹き抜けとテキサスロックウォール。吹き抜けがあるだけでかなり開放感を感じられます。ソファーに座った時、リビングから見えるロックウォールがかっこよくてとっても気に入ってます。6つ目は食洗機をつけたこと。キッチンは TOTO のミッテ。標準仕様で食洗機がつけれたので得した気分です。お皿洗いは毎日のことなので取り入れて本当に良かったと思ってます。7つ目はキッチンの木目下がり天井とダウンフロア。 LDK に入ると絶対に目に入るキッチン。木目調の下がり天井と黒のカウンターがおしゃれでかっこいいし、カウンターの高さに合わせてキッチンの床を一段下げてあるので、キッチンに立った時カウンターに座っている人と目線が合うのも気に入ってます。8つ目は階段下スペースを利用したワークスペース。スキップフロアの下にあたる部分になるんですが、造作でカウンターをつけてもらって作業ができるようになっています。こじんまりしたサイズで落ち着くし、ワークスペースとして使ったり、趣味に使ったり、収納として利用したり、いろんな使い道があって活用しやすいです。最後9つ目は寝室に設けたシアタースペースです。そんなに広くはないですが、寝室から数段上がったところに設けたスペース。将来ここで子供と一緒に映画を見るのが楽しみです。下の空間は収納として有効活用しています。以上、マイホームやってよかったことベスト9でした。これからおうち作りを考えている方の参考になれば嬉しいです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。